6から7でもう一気にね、薄くなったんですよ。このへこみがね、浅くなってますね。ほぼ貼り付きで、めちゃくちゃ快適ですね。より綺麗に見えるのは、やっぱり7ですよね。どうも、さっさんです。今回はですね、先日発表されて今大注目のこちら、最新折りたたみスマホ Galaxy Z Fold 7のね、レビューしていきたいと思います。これ発売は8月1日なんですけども、今 Galaxy さんからね、ちょっと先行レビュー用にお借りしていまして、で、僕はこの Z Fold シリーズ、ここ数年ね、ずっと買い続けてるんですよ。Z Fold 4、5、そして昨年のね、6も買いました。この Z Fold 6もね、非常に素晴らしい端末ではあるんですけども、そこからね、今年の7かなり進化を遂げていまして、Z Fold シリーズ気になってる方、今年こそね、狙い目だと思うんですよ。ただその反面ね、ちょっと解約されてて、ここいまいちだなっていうポイントもありますので、この動画で去年のモデルからどう進化したのか、そしてどういった点がね、いまいちに感じたのかお話ししていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。じゃあ早速ね、こちら Galaxy 最新折りたたみスマホ Z Fold 7ね、どういった点が6から変わったのか見ていきたいんですけども、まずデザインですね。これはね、ほとんど変わってないなと思いますね。カメラの位置とか、形状とかね、ほとんど同じではあるんですけども、でもね、これ横から見た時のこの薄さわかります？反対にして重ねてみたらわかりやすいかな。この Z Fold シリーズね、毎年薄型化されてはいるんですけども、6から7でもう一気にね、薄くなったんですよ。Z Fold 7はこの Type-C 端子の幅ギリギリぐらいまでね、薄型化されてるんですよ。これめちゃくちゃね、スタイリッシュになっていて、一般的なスマホの厚さとそんなに変わらないです。ちょっと iPhone 16 Pro ともね、並べてみたいんですけど、こんな感じ。まだね、Z Fold 7の方が厚みあるんですけども、それでもね、ほとんど変わらないぐらいですね。Z Fold 6の時は、やっぱりね、まだまだ厚みはあるなっていう感じだったんですけど、こっからこれですからね、1年でめちゃくちゃね、薄型化成功してます。ただ画面サイズについてはね、これ実は大型化していて、Z Fold 6がね、6.3 インチのところ、Z Fold 7ではこれ 6.5 インチとなりました、カバー画面が。縦に若干長くなってるっていうのと、横幅も広くなってアスペクト比がね、若干変わってるんですよね。このカバー画面の使い心地が一般的なスマホにね、近づいたっていう感じ。あと開いた時のね、このメインディスプレイの大きさっていうのもね、これ変わってるんですよ。Z Fold 6は 7.6 インチなんですが、7では8インチとなってます。で、単純に画面のサイズが大きくなったっていうだけではなくて、サイズに合わせて解像度もね、若干増えてます。特に閉じて使った時、このカバー画面の解像度はね、パッと見た感じで、若干綺麗になってるよな、これっていう風に分かりますね。Z Fold 6はカバー画面の横の解像度968なんですけども、Z Fold 7では1080になってます。例えばカバー画面でフル HD の動画を再生する時にフルの解像度で見れるようになりました。これ結構嬉しい人ね、多いんじゃないかなと思いますね。で、こういう風にね、画面サイズは大型化されたんですけども、重量はね、軽くなっていて、Z Fold 6が 239g のところ、7では 215g となってます。サイズ変更も相まって、この閉じた状態ではほとんどね、普通のスマホと変わらない使い心地実現できてるなと思います。あとメインディスプレイのね、折り目についてもね、ちょっと見ていただきたいんですけども、まずこちらがね、Z Fold 6ですね。光に当てると、こんな感じ。正直正面から見る分にはね、僕は全然気にならないんですけど、光に当てると、ちゃんとくっきりね、折り目は認識できるなっていう感じ。で、7についてもこれね、光に当てると、まだね、折り目はちゃんと認識はできますね。ただこれもね、正面から見たら、全然気にならないっていうのと、触った時のね、このへこみがね、6と比べてもう明確にね、浅くなってますね。これ来年こそね、もう折り目全くなしとかにいけんじゃないかなっていうぐらいね、進化してるんですよ。やっぱり結構違いますよね、この折り目の感じは。ただこのディスプレイとかヒンジがね、変更されたことによる解約ポイントっていうのがありまして、今回のね、7は S ペン非対応になりまし
した。6まではね S ペン使えたんですけども、こっちではね残念ながら使えないので、直接文字書いたりとかなんか絵を描いたりとかね、これをスマホでやりたかったっていう人にとってはね結構残念仕様になっちゃいましたね。以前この Z Fold 7 YouTube ライブで開封したんですけども、コメント欄でもね S ペン非対応めちゃくちゃ残念みたいな人いたんですよ。で、僕はどうかというと、正直ね Z Fold 6どんな感じで使えるのかなとか、折り目気になるのかなみたいな感じで試しはねしたんですけども、別に普段からねそのペンを使ってたっていうわけではないので、僕にとってはねノーダメですね。別に普段ペンを使うような作業をしないし、あと iPad とか Apple Pencil っていうのもあるので、そっちとの使い分けでもねいいかなと思うんですけども、どうしてもね S ペンが必要っていう方は注意してください。はい、続いてこの2台の搭載チップの違いによる性能差について。まず Z Fold 6はスナドラ8 Gen 3 4 Galaxy 積んでました。で、Z Fold 7はスナドラ8 Elite 4 Galaxy 積んでます。で、今回 ANTS2 というねベンチマークアプリを使ってスコア測定してみたんですけども、その結果こんな感じでございます。端末の発熱による性能の低下もね見たかったので、3回連続でねベンチマークテストしてみたんですが、1回目のスコアの差が特にすごくて、Z Fold 7はね210万超えてるんですよ。それに対して Z Fold 6は174万と、 Z Fold 72回目以降は熱でね結構スコア下がっちゃったんですけども、それでも3回目で166万と、2回目と3回目の差はね結構少なかったですね。で Z Fold 6は2回目154万の3回目147万なので、一応差はあるんですけど、個人的にはこんなもんかっていう感じですね。1回目ほどのインパクトはなかったです。あと端末の熱について Z Fold 7で薄型化されたので、この熱がねなかなか逃がしきれないんじゃないかと思って心配してたんですけど、これもね6よりも熱少なかったんですよ。放熱構造がね変わったのか、搭載チップの進化によるものなのかわからないんですけども、一番ね温度が高いところで Z Fold 7は40度、Z Fold 6については 42.7 度までね、上がってます。ちなみにバッテリーの消費についても Z Fold 7の方が少なくて、全体的にね進化してるっていうのが分かりました。で、実際にゲームを遊んだ場合のパフォーマンスの比較として原神起動してみたんですが、まず Z Fold 6はですね、アプリ内最高画質の 60fps で、C によってね若干変わるんですけども、常に 60fps 張り付きっていう感じではなかったんですよ。50後半とか場合によってはね40代一瞬ね落ちてしまうこともありました。で Z Fold 7はというと、これはね全く同じ設定でほぼ60張り付きでしたね。一瞬ね FPS1 低下したりとかはあったんですけども、もしかしたらバグなのかなっていう感じで、もう本当にねほぼ張り付きで、プレイすることができました。めちゃくちゃ快適ですね。正直 Z Fold 6でもめちゃくちゃ快適だし、ビビたる差かなとは思うんですけども、スマホゲームの快適性とことん重視したいっていう方はね、乗り換え検討するのもありっちゃありかなっていう感じ。はい、その次がカメラ画質の比較についてですね。これ見た目はね、ほとんど同じ風に見えるかもしれませんが、今回ね、アウトカメラのメインのカメラですね。これが変更されたんですよ。Z Fold 6のメインカメラは5000万画素だったんですけども、Z Fold 7はなんと2億画素に、なりました。で、単純に画素数が上がっただけじゃなくて、センサーサイズまで大型化されたんですよ。このカメラのセンサーサイズっていうのは基本的に大きい方が画質の面で有利なので、嬉しい人はね、結構多いんじゃないかなと思います。後でね、撮影してきた画像もね、見ていただきたいと思います。で、2つ目、超広角カメラですね。これもね、変更されていて、これは画素数はどちらも同じで、1200万画素なんですけども、Z Fold 7はセンサーサイズが大型化されました。なので、単純に考えてね、Z Fold 7の方が超広角も画質が良くなってるっていうのと、さらに、超広角のマクロ撮影に対応したんですよ。Z Fold 6では非対応です。で、望遠についてはね、僕発表会行ったんですけど、何も言及されてなかったので、多分変わってないっていうことなんじゃないかなと思いますね。で、カバー画面のね、このインカメラも何も言われてなかったんで、変わってないんじゃないかなと思います。で、最後に、このね、メインディスプレイの、このカメラですね。これは変更されたんですよ。まず画素数はこれ400万画素なんですね。で、今ね、背景黒いんでちょっとわかりにくいんですが、こういう風に何か、コンテンツ表示した時に、カメラがね、隠れてわかりにくくなってるんですよ。でもカメラを使う
う時に、はい、こんな感じでね、カメラが出てくるみたいな感じ。これが Z Fold 6。で、Z Fold 7がどうなったのかというと、カメラもう隠れなくなっちゃいました。ただ、その代わりに画素数が1000万画素に上がってます。画質的には Z Fold 6より有利にはなってしまったんですけども、こういうね、メインディスプレイで使いたいっていう時には、ちょっと気になる人いるかもしれないですね。で、僕はですね、このメインディスプレイのカメラ使ったことないんですよ、正直。レビューの時にね、一回撮影したことはあるんですけども、それ以外で一回も使ったことなかったので、これね、結構残念だし、同じようにいらなかったみたいな声が多いみたいですね。Z Fold 6とね、同じ仕様でも良かったんですけどね。ビデオ会議とかでね、こういう風にディスプレイ開いて大画面で使いたいっていう要望が多かったのかもしれないんですけど、そもそもスマホでね、リモート会議とかする人あんま多くないような気もするしね。僕としてはこの変更がね、Z Fold 7で一番ね、残念なポイントでした。S Pen よりも全然こっちの方が残念。はい、じゃあここから実際に撮影してきた画像を見比べてみたいと思います。左が Z Fold 7で、右が6ですね。これがメインカメラで撮影した画像。で、さっきね、7は2億画素対応したって言ったんですけど、そのフルの画質で撮影する場合は、設定を変える必要があるんですよ。デフォルトだと、1200万画素という設定で撮影されます。これはね、1200万画素、デフォルトでね、撮影した画像ですね。で、等倍サイズでこうやって並べても、あんまりね、差はないんじゃないかなと思いましたね。若干色味は違うんですけどね。Z Fold 6が若干緑っぽくね、映ってるような気がするんですよ。7の方が個人的にはナチュラルかなと思いましたね。で、今の画像を10倍に拡大してみるとこんな感じになります。これもね、あんまり綺麗さ、違いはよくわからないなと思いましたね。はい、2枚目の画像こんな感じ。ちょっとカラフルなね、ステッカーがいろいろ貼られてる電信柱撮影してみたんですけども、これもね、メインカメラでデフォルトのね、設定、12メガ設定で、撮影してますね。やっぱり若干ね、6は緑がかっていて、7がちょっとナチュラルめにね、見えるなと、個人的には思ってます。はい、3枚目がこちらですね。これもね、メインカメラのデフォルト設定。今拡大もしてないんですけども、なんかこの画像はね、あんま緑がかったような感じはないかなと思いました。どうでしょうか。右が Z Fold 6、左が Z Fold 7。で、今の画像を10倍に拡大してみました。丸いのね、看板部分を拡大してみたんですけども、あんまりね、やっぱ差はないように感じますね。何度も言いますが、これはね、デフォルト設定ですからね。どちらも12メガの、設定で撮影しております。で、こちらなんですけども、これはね、さっきと同じ画像に見えるかもしれませんが、Z Fold 6は5000万画素、7は2億画素で撮影してみました。でもね、等倍サイズでこうやって並べてもね、ほとんど、わからないですよね。全然ね、違いがないように感じるんですが、これをね、先ほどと同じく10倍に拡大すると、こんな感じになります。いかがでしょうか。Z Fold 6は5000万画素ですね。これが一番綺麗な、画質で撮影した状態。で、7は2億画素ですね。マックスの画素数で、撮影してみたんですけども、どうでしょうか。これね、ちょっとよーく見比べていただきたいんですけども、この看板のね、文字は、あんまりね、こう差がないように個人的には感じたんですよ。ちょっとだけね、7の方が滑らかさはあるような気はしました。多分これ6はね、シャープネスがちょっと高めなんですよね。それによってね、なんか画素数が低い分補われてるのかなと思います。でも看板のね、端っこっていうか縁見ていただきたいんですよ。ちょっとだけギザギザしてる印象。それに対して7はね、この看板の縁もね、結構滑らかなんですよね。同じぐらいね、拡大しても滑らかで、シャープネスそんなに上がってないなっていう感じではあるんですけども、より綺麗に見えるのはやっぱり7ですよね。この辺は結構差を感じました。はい、続いてもね、これ5000万画素と2億画素で、撮影したね、これアメ横の看板なんですけども、やっぱり等倍だとよくわからないです、差っていうのは。ただこちらもね、拡大してみると、結構ね、差はわかるかなっていう感じ。Z Fold 6はですね、この時計の成功の文字がちょっとね、こう、ざらつきというかギザギザ感が、感じられるんですけども、7はね、結構滑らかに、映っていたりとか、その時計のね、輪郭までちょっと綺麗に見えたりとか、時計の右下、左下にあるね、この看板のなんかナットみたいなやつ、これもちょっとね、くっきり映ってるなとは思いますね。はい、ここから超広角
カメラもね、見比べてみたいんですが、右が Z Fold 6、左 Z Fold 7で、等倍サイズでね、並べてるんですけども、明るいね、時間帯に撮ったからか、あんまりね、差は感じられなかったですね。色味としては6の方が若干ね、濃いめに映ってるかなとは思うんですけど、彩度高めな。7の方が超広角もね、ちょっとナチュラルな感じかなとは思います。で、こちらもね、拡大してみたんですけども、これはね、ほとんど差は感じないですかね。ほぼほぼ一緒かなっていう感じに見えました。はい、こちらもですね、超広角で撮影した画像なんですけども、やっぱりね、色味の違いっていうのはあるんですが、解像度っていうか、写りがね、どっちが綺麗かと言っても別にあんまり変わらないような気はしましたね。一応ね、10倍拡大っていうのも、これもね、試してみたんですけども、ほとんどね、同じような感じですね。どっちがどっちか区別できるっていう人はあんまりいないんじゃないかなと思います。たださっきも言ったんですけど、7の超広角カメラはマクロ撮影対応したんですよ。これ僕んちのね、観葉植物撮ってみたんですけども、こんな感じでね、アップで撮影することができます。被写体を大きく映すことできるんですよ。これ6どうかというと、全然ピント合わないんですよ。スクリーンレコーダーの映像で見ていただければわかるんですけども、マクロ撮影でよくするっていう方はやっぱ Z Fold 7の方が有利ですね。で、一応ね、メインディスプレイのカメラで動画もね、撮り比べてみたので、そちら見ていただきたいと思います。はい、メインディスプレイのカメラ画質の比較テストです。こちら Galaxy Z Fold 6のメインディスプレイのね、カメラで動画を撮影しております。フル HD30fps での、撮影になります。いかがでしょうか？こちらが Galaxy Z Fold 6メインディスプレイカメラで撮影した動画の映像です。はい、続いてこちら Galaxy Z Fold 7のメインディスプレイのカメラで撮影した動画でございます。設定はさっきと同じくフル HD の 30fps で、撮影しております。いかがでしょうか？もしかしたらね、画角ちょっと広くなってるかな？解像度とかはね、正直プレビュー画面だとあんまりわかんないぐらいかな。ちょっとこっちの方が綺麗になってるような気もしますけどね、いかがでしょうか？はい、最後こちら Z Fold 7のメインディスプレイのカメラで HDR をね、有効にして、撮影しております。いかがでしょうか？ HDR 有効にするとね、結構プレビュー画面でも、明るくね、映ってるような感じはしておりますね。いかがでしょうか？通常モードでの撮影に比べて、どういう風に見えておりますでしょうか？こちら Galaxy Z Fold 7メインディスプレイのカメラ HDR を有効にした映像でございます。はい、こんな感じだったんですが、いかがでしたでしょうか？若干ね、画角が7の方広くなってるような気がするっていうのと、あと HDR モード使うとこっちの方がね、明るく映ってるかなと思いましたね。でもあんまりね、気になるような差じゃないかなっていうのと、さっきも言った通りね、そもそもスマホでね、ビデオ通話とか、ビデオ会議、ミーティングする人どのぐらいいるのかっていうのが謎だし、あと一応ね、Google Meet と Zoom でメインカメラの HDR モード使えるのかとかも試してみたんですけど、その Zoom とかのアプリで HDR の有効無効とかを切り替える設定っていうのがね、なかったので、ちょっと有効になってるか謎でした。ちなみに Z Fold 6はそもそもね、その HDR の設定っていうのがね、このメインディスプレイのカメラで変更することはできないです。対応してないということですね。この2台カメラ使い比べてみた感想としては、2億画素でね、撮った場合はね、ちょっと違いっていうのは感じたんですけども、すごく拡大した場合は。ただそれ以外のシーンだとね、ほとんどわかんないぐらいなので、カメラ目当てでね、買い替えるのはちょっと微妙かなと思いました。あとね、2億画素で撮影した時って、ファイルの容量がね、めちゃくちゃでかくなっちゃうんですよ。この2台どっちもデフォルトの設定でメインカメラで画像を撮った場合は、4MB とか 5MB ぐらいなんですよ、大体。それがですね、Z Fold 6の場合5000万画素で撮ると、15メガとかになるんですね。で、Z Fold 7、2億画素で撮ると35メガバイトとか、結構ね、容量でかくなっちゃうんですよ。その分ね、本体ストレージ圧迫されてしまいますし、あと、編集時のね、ソフトの挙動にも関係します。2億画素で撮った画像をね、編集しようとすると結構ね、負荷がかかっちゃって、例えば僕もね、今動画編集ソフトに取り込んで皆さんにお見せしたんですけど、その挙動もね、2億画素の画像を表示してるところ結構重くなっちゃってるんですよ。なので若干使いにくいなとは思っちゃいました。この高画素撮影に使おうと思ってる方、そこをね、ご留意ください。
はい、ということで今回こちら Galaxy の折りたたみスマホ、最新のね Z Fold 7と昨年の6比較してみたんですが、簡単に言うとね、ちょっと大型化して薄型軽量化、そして高性能化した端末であり、完成度っていうのは1年でねぐっと上がったなとは思ったんですけども、やっぱり注意点っていうのもありまして、S Pen非対応だったりとか、メインディスプレイのねカメラ見た目気になるようになってるので、そこが個人的に残念ではあるんですけども、今年もねちょっと買ってみたいなと思います。今 iPhone メインで使ってるんですけど、もう7で予約したので、届いたらねそっちをメインでしばらく使っていこうかなと思います。でこれは端末のね新しさとか関係ないんですけど、皆さんねサムスンペイって使ってます？僕ね、なんで iPhone メインで使ってるのかというと、サムスンペイに登録できるクレジットカードの種類が少ないからっていうのもあるんですよ。Apple はね Apple Pay に登録できるクレジットカードの種類めちゃくちゃ多いんですよ。サムスンまだ少なくて、でもこれもね2025年8月から登録できるカード増えて、JCB もね使えるようになるみたいなので、登録できるカードしかね持ってないとか、そもそもねタッチ決済とか全然使わないという方であれば関係ないんですけど、その辺もちょっと楽しみに待ちたいなと思います。で Z Fold 7と一緒に最新のウォッチ Galaxy Watch 8も予約していて、届き次第ねまたそちらのレビューも出したいと思ってますので、もしよろしければねチャンネル登録高評価でお待ちいただけると嬉しいです。それでは次回の動画でまたいたしましょう。バイバイ。